それー。よし、プリミティアプレイヤーエールです。今回はスラスターロボを作ってみようと思います。ロケット風車の力で自由自在に動ける強いロボにしてみようと思うので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはプラスチックを材料にして、私が乗れる操縦席と地面に立つための足を作りました。そして操縦席の横あたりに4つのロケットエンジンを斜めの角度で取り付けました。次はロケットエンジンを自由に噴射させるためのスイッチを作っていきます。ベアリングのバネに操縦するためのレバーをつけたら、レバーを前に倒すと後ろのエンジンに、後ろに倒すと前のエンジンに通電するように古代の合金を使った回路を作りました。これなら左右のレバーを倒すだけで前進と後退、旋回ができるはずです。早速ロケットエンジンに燃料を取り付けてレバーを動かしてみると、うまく通電してレバーを倒す方向と逆側から噴射しています。それでは地面との固定を解除して試してみると、噴射のパワーで動いてはいますが、後退するときバランスを崩して倒れそうになっています。こうならないように地面を支える尻尾を追加してバランスを良くしてみましょう。この状態でもう一度乗ってみると、バランスが良くなりました。でも今度は地面に足が引っかかってスムーズに前後に進むのが難しいです。燃料もすぐに切れてしまいますね。そこで燃料を追加した後、足と尻尾にベアリングのタイヤをつけることでスムーズに移動できるようにしましょう。この状態で動かしてみると、前後の移動がスムーズになりました。でも燃料が増えて重くなった分、浮かばなくなってしまっています。そして後ろのタイヤが一つのせいか左右に倒れやすいです。さらに移動しやすくなるようにもう少し改良していきましょう。こんな感じでタイヤの取り付け位置を前後に伸ばして後ろも2つにすることで安定感を上げたら空中に浮かべるようにレバーを前に強く倒すことで前後のロケットエンジンが同時に噴射するようにしました。これなら両方のレバーを前に倒しきれば4つのロケットエンジンが噴射して空中に浮かべるはずです。早速試してみましょう。すると4つのロケットエンジンを同時に噴射させるのが難しいです。スイッチの接点がうまく通電していないみたいですね。そしてそのままなぜか勝手に爆発しました。ここでスイッチの回路と接点を見直して右のレバーを強く前に倒すだけで4つのロケットエンジンから噴射されるようにします。これならどうでしょうか。もう一度乗って右のレバーを強く倒すと、よし、ジャンプすることができました。着地した後、他の方向への移動を試してもいい感じに進んで前進しながらジャンプすればかなりの距離を飛ぶことができます。2本のレバーを逆方向に倒せばターンすることもできますが、体が追従しないので少ししか角度を変えることができません。それでもかなり自由に操縦することができるので
よしとしましょう。でもこのままの状態では攻撃することができないので、武器を持つための腕を追加したら、以前作ったタングステン製のノダチを装着しましょう。これならすれ違いざまに切りつけてダメージを与えることができそうです。早速乗って刀を振ってみると、かっこよく振れてますね。こちらの刀には私の体重も含めた全体の重量が乗るので、かなり強い威力が出せるはずです。それでは近くに生えている木を狙って攻撃してみましょう。勢いよく進んで、よし、54,043ダメージ。なかなかのダメージです。今度はジャンプをしながら、それー！よし、こちらも成功です。いい切りっぷりですね。問題なく攻撃できたので、これでスラスターロボは完成です。シンプルな作りですが、それなりにかっこよくできたんじゃないでしょうか。今度はもっと大きな木を狙って切りつけましょう。いきますよー。おりゃー。木の幹が一撃でスパッと切れました。もちろんジャンプするタイミングを早くすることで木の上の方を切ることもできます。近くで旋回しながら切りつけると見た目はいい感じですが、威力は大きく落ちました。次は小さな並んだ木を狙うと、少し切ったところでロケットエンジンの噴射で燃えた木の葉っぱが燃料に引火して爆発しました。こういう相手は苦手みたいです。なので草を組み合わせた的も炎が引火しないように慎重に切りつけていきましたが、かなり距離が近いので結局爆発してしまいました。草相手には苦労する兵器ですね。そしてドローン工場の壁はしっかり加速して刃を当てると、よし、破壊した後レーザーにやられてしまいました。爆発物の燃料がむき出しなので、攻撃した後うまく操縦して回避行動を取らないとかなり危険ですね。操作が難しいのもあってなかなか上級者向けの機体です。風力発電機の方は高めの位置から、それー！相打ちです。もう一度さらに高めの位置から狙うと、よし、一方的に破壊できました。ダメージもかなり高いので、こういう敵には効果的です。それでは次はこちらのザコキャラの大群を狙って攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。早速切りつけると、誘爆してやられてしまいます。ザコキャラも草でできているので、このスラスターロボとは相性が悪いみたいですね。ちなみに私の視点だとこんな感じです。2本のスティックを前後にうまく倒すことで操縦することができますが、なかなか難しいですし、いきなり壊れることもあります。ザコキャラの大群に向かって切りつけると結構すぐに止められてしまって爆発してしまいました。それでは最後はイエロースライムに効くようにガラスのかけらを刀に貼り付けたら、こちらの巨大スライムを狙って攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。いっけー。この微妙な高さにある巨大スライムは結構狙いづらいです。それでもうまくガラスが当たるように
高さを調整していくと、やっしゃー !17,220 ダメージ。巨大スライムを倒しました。スピードと重さの乗った惨劇ね。一撃で破壊できました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、スラスターロボさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけ